眼科医の平松です。今日は放っておくと命に関わっちゃうんで、この症状だけはさすがに押さえておいてくださいっていうのをお話ししようと思います。別に煽ってるとかそういうんじゃなくて、このことを知らないことによって、もう本当に死んじゃうとか、そういうふうに、すごい問題になってしまうことがあるので、この情報だけはちょっと覚えておいていただいて、家族とかにも一応言っといて、こういうのあったら、早めにかかった方がいいよっていうのを伝えていただければと思います。一個一個言っていきますね。一個は、急激に片目のまぶたが落ちてくるっていうパターンです。普通にまぶたが両方落ちるんじゃなくて、片目のまぶたがふわっと落ちてくるパターンね。これは何かっていうと、動眼神経麻痺とかって言うんですけども、まぶたを上げる神経がちょっと弱くなっちゃってると。でその原因の一つに動脈瘤っていうのがあるんですよ。脳の血管にコブができて、その動眼神経って言って目を動かしたり、まぶたを上げる神経を圧迫して、ストッと落ちてきちゃうんですよね。この場合、コブがどんどん大きくなってる可能性があるので、ただコブが大きくなってるだけだったら、その時にそのコブの治療をしてあげると大丈夫なんですけど、コブがひとたび破裂すると、くも膜下出血とかってなったりして、本当に、24時間とか待たずに命に関わっちゃうことがあります。本当にあるんですよ。なので、急激に片目が下がってきた場合、まぶたが下がるのって年のせいって思われがちなんだけれども、そうではなくて、本当に命に関わってしまうので、ちょっとこれだけは覚えておいていただけるといいかなっていうふうに思います。もう一つが、急激な視野が欠けるってこと。特に、両目の視野が欠ける場合ですね。片目でももちろんあり得るんだけども、一番パターンとして多いのは、両目の視野が突然欠けるっていう感じなんです。どういうことっていうと、これね、脳梗塞とか脳出血とか、そういうの、特に脳梗塞かなっていうので起きることがあるんです。あと脳腫瘍とかでもなるんですけど。人間って目で見ていると思うじゃないですか。なんですけれども、実際は目で見ているっていうよりは、脳で物を見てるんです。目に入ってきた電気信号を脳に伝えることによって見ているので、例えば脳梗塞とかで脳の視覚野というところがダメージを受けてしまうと、視野って欠けてくるんですよ。こんな感じで、急に欠けてきたということは、あなたに脳梗塞が今まさに起きている可能性があるわけですよ。で脳梗塞って何なのっていうと、頭に来る血流が詰まっちゃうことを言います。これは、早く治療すればするほど結果がいいもんなんですよ。だからこそ、急に両目の視野が欠けてきたみたいな場合は、もう速攻で、TPA とかって言うんですけど、血液をサラサラにするような点滴打ったりとか、ちゃんと診断してからですよ。して、で、血液を流してあげると、脳梗塞の後遺症、例えば、半身麻痺だとか、何らかの後遺症を残したりとか、さっき言った視野欠損したりとか、そういうのを防ぐことができるわけなんですよ。だからこそ、例えば、両方の視野が半分突然欠けてきたんですって電話が来たら、いや、うち来なくていいから、とりあえず脳神経外科とかに救急でかかってくださいっていうふうに言うっていうね。こんな感じなんです。で、今までも、私のもう何人も、要は視野が欠けてきたという患者さんで、いやいや、それはそういう問題じゃないから、さっさと脳神経外科とか、神経内科とか、そっち行ってくださいと言って、一命を取り留めた方っていうのが何人もいます。ですから、本当に重要。逆に、残念ながら、視野が欠けてくるんだけども、いいかと。こういう感じで様子を見て、しばらくすれば治るかなと思っていたんだけども、治らないと。そういう風にしていらっしゃる方もいるんですね。残念ながらこの場合は、何を治療しても、もう良くはならないんです。だからこそ、急に両方の目の視野が欠けてきた場合は、もういち早く、治療をお受けになって、脳神経外科とか神経内科に行っていただいて眼科来なくていいです。っていう感じになります。さっきのまぶたが急に下がるっていうね、それも片方だけっていう、いわゆる急性の眼瞼下垂。これも眼科に来なくて結構です。何よりも脳を先に見ていただいた方がいいですね。動脈瘤があって、それをほっといて破裂したら本当に命関わっちゃうから。
今までも私の患者さんで何人かやっぱり動脈瘤があって、脳の専門の先生に、治療していただいたっていうことがありますね。それ以外と重要なのが黒内障ってやつです。これはさっきの2つほど緊急性はないんですけど、突然片方の目が全く見えなくなるんですよ。あれ全然左目だけ見えない。右目開けると見えるけど、左目開けると全然見えない。こんな感じになるんですね。でも、しばらくすると戻ってくるんですよ。あら、見えてきた。なんだ、疲れてたのか、気のせいなのかって思う人がいるんですけど、違うんですよ。気のせいじゃないことがあるんですね。もちろん気のせいのこともあるんですけど、一番怖いのが、血管が一時的に詰まってたっていうことなんですよ。つまり、バッチリ血管が詰まれば戻らないんですね。なので、さすがにみんな気づくんですけど、一時的に血管が詰まって再開した場合っていうのは、詰まっちゃいるんだけども、流れるように最終的になった。つまり、今現状、目の後遺症、つまり見えないとかそういうのは残してないです。残してないんですが、そういう人というのは、脳が詰まりやすいです。なんでか。首あるじゃないですか。ここら辺に血管あるの分かります？ここに血管があって、そっから目に血管が行くのと脳に血管が行くっていうふうにこうやって枝分かれしていくんですよ。で、大体ね、目の血管が詰まる方って多いのは、この頸動脈って言うんですけど、首の動脈からプラークとかって言って、なんていうかな、カスみたいのが飛んで目に詰まっちゃうんですね。それによって見えなくなるってことがあるんですよ。これ目だったから命に関わらないんですよ。目だって大切ですよ。大切なんですけど、命の方が先じゃないですか。これ脳に行っちゃうと、もうそれが一発で命に関わっちゃうことがあるんですね。今までも、そういう病態の人で、循環器内科って言ってね、そういうところを見てもらう先生に見てもらって、その首の頸動脈の治療を受けたりだとか、脳神経外科の先生に見てもらって、その首の治療を受けたりだとか、そういう方もいらっしゃいました。きちんとやっておかないと脳梗塞になってて。で、実際ね、今までそうやって一回詰まった感じがあったって言っていらっしゃって、脳の専門の先生見てもらうと、今までも脳梗塞ちょっとしてたみたいだね、みたいな。こんな風に言われることもあるわけなんですね。だからこそ、やっぱり侮っちゃいけないんです。目の病気って、確かに見えないとか、そうやって、目だけって思われがちですけど、この今言った3つって、ほとんど脳ですよね。つまり、脳が目を司ってるというかな、関係しているので、だからこそ目が急に見えなくなった今のような症状を呈した場合は、もう絶対的に脳神経外科とか神経内科とか、そういうところで見てもらってください。さっき言った黒内障の場合は超緊急で、今かかれというほどではないけれども、とはいえ、やっぱかかっといた方がいいかなと思いますね。ということで、目っていうのはすごく脳と関係してくるんですよ。で、脳の病気で見えなくなることもあるし、どんなに視力が良くても、視力が良くてっていうかね、目の玉が全く正常なんだけれども見えなくなっちゃう人がいるんですよ。だからこそ、よく緑内障と思ってたら脳梗塞だったっていう人もいるので、脳をチェックすることも非常に重要と思っていただけるといいかなと思います。心配だなって人は、脳ドックとか、そういうのもお受けになるのも、一つの手立てとして考えていいかなっていうふうに思います。こんな感じで、今回はね、目そのものというよりは、目に関連する、命に関わる病気。もう一回言うと、まぶたが片方だけ下がってくる。その時同時に目の動きも悪くなったりとかするんですけど、この場合は動脈瘤とかも疑われるので、必ずきちんと受診をしてください。はたまた、黒内障ですね。血管が急に詰まると、片方がパッと見えなくなる。それが仮に戻ったとしても、それは大丈夫とは限らないので注意してください。そして、両目が視野が同時に欠けてくる。この場合、それも大体突如としてですね。その場合は脳出血、脳梗塞などが起きている可能性があります。早めに神経内科、脳神経外科にかかることによって、きちんと診断を受けてください。もちろんね、それ以外の病気もたくさんあるんですよ。なので、例えば両目見えなくなる目の病気もあるし、なんだけど、まず
命に関わらないことを確認して、脳神経外科、神経内科で、いやいや、全然神経の関係ないですよって言われたらいいじゃないですか。そして初めて眼科に行っても、いいですから。何より命を最優先にしていただきたいので、ね、長生きして、ね、みんな一緒に頑張っていければと思うので、ぜひぜひ今日の行動を参考にしながら、これあなただけじゃなくて、あなたの周りの人にも、知らない人意外といるので、結構重要です。だって、今日のこと知ってるか知らないかで命を分けちゃうので、ぜひぜひ周りの人にも教えていただければなっていうふうに思うんで、今日のことだけは、ぜひぜひ何回かちょっと見たりとか、メモしたりとかしていただければと思います。こんな感じで、目のことと、それに関連することとか、いろいろお話していきますんで、チャンネル登録とか、ベルマークも押していただければと思います。あと、なんか疑問とかありましたら、それもコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。